今日はもう皆さんとお会いするために、私は海に入ってしっかりお清めしてきましたから、頭までしっかりつけてね。夕焼けでちょうど太陽もパチッと見えたしね。雲間から。波も強かったです。なんか流されてる。そうなんかこう、漂う感じで戦うなってこう。よかった。なんかこう、結構、運動が。うん。よかったですね。弥勒様の下でお勉強させていただけて、この混乱の世とは別の世界で生きられて本当にありがたい。そうでしょ？なんかさ、多分ね、皆さんが見てる景色というのは、その他の皆さんが見てる景色と全然違うと思います。女神か、女神以外かっていう感じよね。その視点をしっかり作って、お勉強して訓練してトレーニング、霊的なトレーニングをしてきたっていう自信を皆さん持たれるといいと思います。視点が全然違うと思う。うん。視点が全然違うとどんないいことが起きるかっていうと、やっぱりそれはさ、もう心が、安心してるか不安かっていうことよね。お部屋に置くお酒は、コップやおちょこなどに入れておくでよろしいですか？いや、お酒置かないよ。お塩だけ、お塩だけ。なんか、私のお部屋はさ、すごい何もないから、器にね、バババババと結構多めにね、お塩を入れてます。博多の塩とかさ、私の腎機能を回復しますでしょうか？体って本当に神秘なんですよ。なんかね、治ると思ったら治るしね、もう本当にね、とんでもないことが絶対に起きるから、自分自身のね、思い。で、私なんかのご祈願は、皆さんの気持ちをさらに大きくするっていうことはできるんだけど、皆さんの中にない気持ちをご祈願によってどうにかするってなかなか難しいものがあるので、やっぱり皆さんの心をね、神様って大事にするので、やっぱり自分の気持ち、治るんだって思ったらさ、その治るんだを全面的に私バックアップするし、私も奇跡をいっぱい見てきたし、いっぱい聞いてきたし、いっぱい起きるのをね、目撃してきたので、奇跡と呼ばれるものの方が、普通なんじゃないかって思うぐらいですよ。部屋の四隅に置いた盛り塩は、次の日には処分した方がいいのでしょうか？いや、大体目安として1日15日っていうのがありますけど、やっぱりこう湿度が高かったりすると、やっぱりジメジメっていうところに、それに見合ったいろんなものが寄ってきちゃうので、お塩がドロドロに溶けていたりしたら新しいのに変えた方がいいけど、そうじゃなかったらそういう風にしたらいいと思いますよ。足裏に水疱がたくさんできています。原因は何でしょうか？ストレスって出ますね。ストレス。食べ過ぎてませんか？ストレスで。お父様ね、腎臓、健康を良くするアドバイス。血の流れがちょっと、なんかあんまりよろしくないわね。気が重いって出るもんね、このお父さんね。やっぱりこのご時世ね、いろんなことを多分考えて、重たくなってるなと思う。5月末くらいからジンマシンや、これ、だるさっていうのかな？熱があり、体調不良。未だに眠いし、力や毎日気合が入らない。ジンマシン辛いよね。私の知り合いの人も頭にね、こうジンマシンができてね、辛いと言ってた、かゆいしね。で、ジンマシンっていうのは、私お医者様じゃないからわかんないけど、出て消えるのがジンマシンで、湿疹っていうのはずっとこう出てるのが湿疹らしいわね。ジンマシン辛いよね。ストレスだったり、小麦お砂糖、いわゆるちょっと食用状をして、そして多分ね、なんかちょっとぐっすり眠れてない感じがするもんね。で、眠れてない人っていうのはやっぱりこう、ヒレ先生がおっしゃるには、冷えとか、食べ過ぎで胃に血液がこう集まると、やっぱり眠れないんだって。だから、量を減らしたり、おかえさんにしたりね、するといいと思います。うちの猫ちゃんも、大も小もトイレ以外ですることがあります。もっと綺麗にするようにしますって。なんかちょっと工夫されてみてください。想像以上に猫ちゃんは綺麗好きですね。お鼻もものすごく敏感みたいですよ。お耳も。だからあんまり大きい声で喋ったりとかね、気をつけてます。トイレ掃除してないので綺麗にして気持ちよくおしっこできるように気をつけますよ。よかったよかった。よしよしして怒らないように優しくします。教えていただきありがとうございます。だからほら、例えば猫ちゃんが、
トイレじゃないところでおしっこしたりするとするじゃない。その時に、こらーって言うんじゃなくって、あれ、なんでトイレでしないのかなって、なんか私、してないことがないかなって、自分に必ず、猫ちゃんのことだけじゃなくて、矢印を向ける。で、それを責めるわけじゃなくて、自分を、もっとできることがあるかなっていうふうに思うと、解決が早いですよね。猫ちゃん怒ってもね、恐怖を与えるだけだからね、コミュニケーションが取れなくなるね。うちの猫ちゃんたちは、もう絶対怒らないっていうので、みんなでしてますよ。大きい声出したりしないしね。で、ちゃんと横を通ったりするときは、太郎ちゃん横通りますとかって言って声かけたりしてます。女神のね、ペットシッターしてるプロのターシャがいるから、いろいろ教えてもらってますよ。今日塩風呂入りましたって、いいですね。塩風呂とね、お酒？日本酒？その匂いでも酔っ払っちゃうっていう人はちょっとわかんないけど、パックに入ったのでいいので、パックのほら、こういうのがあるでしょ。それをね、ドボドボって入れてね、入るといいですよ。私、激しい時はさ、もうお塩のこれ1キロだっけ ?1 キロ半分とか1袋入れたりするもんね、丸々ね。多い時はもっと入れる時も。うん。すっきりする。汗がいっぱい出て。3月に亡くなったおばあちゃまの骨がまだ実家にあるのですが、お墓に入れるまで何か私にできることありますかって。早くお墓に入れるのが一番だと思います。亡くなった人の骨っていうのはね、入るべきところにね、入れた方がいいね。猫ちゃんを怒ってはいけないのはどうしてなんですかって。怒って育つものってないんじゃない？例えば植物にさ、花がなかなか咲かないからって、ちょっとって言わないよね。だからそれと同じで、ワンちゃんとか猫ちゃんもね、怒ってる人いるけど、怒ってもダメ。怒っても伝わらない。逆です、逆。怒りたくなる、その心をまず振り返る。自分自身の心を振り返る。そうすると、その猫ちゃんやワンちゃんからいろいろ教えてもらえるよね。女神以外かって書いてる。そうそう。ねえ。同じようなことを言っていても、全然違うエネルギーなんですよ。だからね、こういう言葉を使いましょうとかさ、あるけど、やっぱり私はその言葉ももちろん大事なんだけど、言葉だけじゃないっていうか、言葉 100% ではない。やっぱりその人のお心が、どんなお心で、その言葉を発してるのかっていうところが、合体して、初めてエネルギーになると思います。やっぱ言葉だけでもダメだし、エネルギーだけでもダメだし、両輪かなっていうふうに思います。難しい質問いただいてますよ。抵抗を手放すと神様質問でもおっしゃっていましたが、抵抗に気づかないふりをしているのかわからないと思ってますが、何からしていくといいでしょうかって。わかります。だから結局自分がもう当たり前にやってることってなかなか気づかないよね。わかります。でもさ、例えば、今日これ食べたいなって思ってもさ、もうこの時間だしとか、家族がいるしとか、なんかそういうふうに、例えばだけどね、なんか遠慮したりしてるとすると、自分が満たされてないよね。そのストレスってさ、絶対どっかに出るのよ。絶対出る。だから、ストレス、なんか我慢とか遠慮とかっていうのはできるだけない方がいいなっていうふうに思います。左目に違和感がある。ちょっともしかしたら偏ってるとこがあるかもしれませんね。だから両目で見る。で、両目だけじゃなくって、ここの第三の目で見るっていうことを意識すると、目に見えないものを見るのはここの仕事なので、ここで見る。心で見る。ここと心で見る。を意識するとできるようになりますから、特別なことではないのでね。そうなの。自分はまだまだと思いつつ、もう見えてる世界が違うんですねって、そうなんですよ。女神の会員さんたちっていうのは、無理やり魂の声に従って歩かされてるわけ。エスカレーターなの。もう乗っちゃってるわけ。だから、自分の意思と、自分は立ち止まってるつもりなんだけど、ぐーっと上に上がってるんですよね。